どうもこんにちは、ポテトで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマはこちら、ロースクリーマーについて浮き玉の時はどうなりますかというコメントが来てたので、これやっていきたいなと思います。ちょっと短めになっちゃうかもしれませんが、パパッとやっていきたいなと思います。はい、では早速見ていきましょう。まずはロースクリーマーついてない状態で浮き玉をね、インパクトシュート打ってきましたよという形になっていきます。50% 以下でね、打ってみたって感じなんですけども、そうですね、キック力とか同じになってるんですが、ドライブとかがかかったりとかね、する感じはしましたよねというところになっていきます。ではこれがですね、ロースクリーマーついたらどうなるのか見ていきましょう。はい、結構見た感じどうですかね。でも結構早いかな、明らかに早いかなって感じはするかな。枠内シュートが多くなったかどうかは別として、単純に早いなって感じはしましたね。ちょっと比べておきました。上が通常時ですね、下がロースクリーマー味になっていくんですけども、こんな感じでね、比べていきましたよということです。で、ちょっと蹴るタイミングとか場所が若干違ったりするんで、ですね、この芝生のここですね、芝生のこのラインで止めてですね、ちょっとここで合わせて、見ていきたいなと思うんですけど、見ていくと、はい、というところで、上の方はですね、若干やっぱ遅くなってますよね。なので、こんな感じでね、相手クルトワのキーパーなんですけど、クルトワに弾かれると。で、もう片方は間に合わずにゴールしているみたいなシーンになっていきました。なので、浮き玉だとしてもロースクリーマー自体は発動しているということが分かりましたね。はい、これは大きなとこなのかなと思います。ただですね、ちょっと一つ気になったことがあってですね、ロースクリーマー持ってない状態だと、正面からの浮き玉をね、インパクトするときって基本的にドライブがかかるんですよ。蹴り方のモーションにもよるんですけど、こうドライブ、ドロップシュートみたいな感じですね。落ちてくようなボールになるんですよね。縦回転がかかって。そんな感じになるんですが、ロースクリーマーの方ね、これ今やってみたんですけど、いいシュートなんだよ。いいシュートなんですけど、わかります？なんかね、かかんないんだよね。結構真正面からやってみたんですけど、結構これね、何分ぐらいやったんだろう。30分以上はね、ちょっとずっとやってみたんですけど、なかなかやっぱできなくて、で、試しにですね、左足で蹴ってみると、ほら、ドライブかかってんだよ。かかるのよ。で、試しに、パワーゲージの 50% 以上にしてみました。そうすると、ドライブかかってるんですよね。はい、というところになりました。で、あとね、もう一個試しで、ちょっとね、ドロップも持ってない、で、ロースクリーマー持ってないペレでね、ちょっと軽く打ってみたんですけど、ほら、わかりますかね、ドライブかかってますよね。はい、そんな感じになりましたよ、ということです。なので、真正面の浮き玉をシュートを打つときって、基本的にドライブがかかりやすいはずなんですよね。モーション的にも。これドロップシュート持ってて持ってなくてもかかりやすい。っていう仕様になってるはずなんですけど、ロースクリーマー持ちのジェラードだけは出なかったんですね。わかんない。もしかしたら条件があったら出るのかもしれないんですけど、僕はちょっとやった限りでは出なかったという形になります。で、ロースクリーマーの説明自体見ていくとですね、パワーゲージ 50% 未満の発動します。ドロップシュートを所持している場合、こちらが優先されますって書いてあります。いう形なんで、このジェラード別にドロップシュート持ってないんですけど、ドロップシュートっていう認識になってるんですかね。ドロップシュートがというよりは、縦回転のシュートが基本的には出ませんっていうことなのかもしれないかなと思いましたね。ただミドルレンジとかのことを考えると、正直これは出ない方が絶対いいので、過去にちょっと検証はしてるんですけど、ドロップシュートってね、本当に結構近くないとあんまり意味ないことになっちゃったりとかね、するんで、そういった意味ではこっちの方がいいのかなとは思うんですけどね。はい、というところですかね。ということで、今日の検証結果、ロースクリーマーは浮き玉でも発動するとします。はい、ということでですね、さらっと終わっていきたいなと思うんですけども、浮き玉でもね、ちゃんと発動してるのかなと思いました。ただね、さっき言ったみたいにね、ドロップシュートとか、ドライブシュートみたいなところはかからないようになってましたね。てかね、キックモーションがそもそも違うなって感じはしました。はい、なので、そのモーションにならないって感じなのかなと思いましたね。で、あとはですね、ちょっとおまけでね、ちょっと左足とかでもやりましたけど、左足ではね、逆にドロップシュートというかね、ドライブシュートかかってたんで、という意味ではロースクリーマーは発動していない。最高じゃないとロースクリーマーは発動しない。それは他のブリッツとかそういったものと同じ扱いなのかなとも思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいなと思います。短いと思うんですけどね、さらっとこんな感じでね、一つのテーマをね、ギュッと短くね、やっていきたいなと思いますので、これで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。